皆さん、こんにちは。2分で学ぶ解剖学ナビゲーターのドクタームックです。今回は骨盤と栄陰の解剖超入門ということで、骨盤及び栄陰の解剖の全体像を見ていきたいと思います。まず骨盤は寛骨と脊柱下部に囲まれた領域でして、で、これ上の方の大骨盤っていうのと下の方の小骨盤に区分することができるんですね。で、この上の方の大骨盤っていうのは、この腹部の一部、お腹の方の一部と考えることが多いので、一般的に骨盤というと、この下の方の小骨盤の領域を指すことが多いです。で、この小骨盤の中のボール型のこの空間というのを骨盤空というふうに言います。で、この骨盤腔、上の方は腹腔とつながっていまして、で、ここに、臓器がですね、泌尿器系の臓器とか、えー消化器系の臓器とか、あと生殖器系の臓器とかが、この骨盤内に収まっているわけです。で、次に栄陰。栄陰というのは、骨盤の下の方の領域でして、こう下から見たこのような感じですね。領域でして、ここに、泌尿生殖器系及び消化器系臓器の、外部への開口部と、あと外陰部があるというのが栄陰になります。範囲で示すと、ここの領域ですね、が栄陰ということになります。で、押さえておくべき主な構成要素は、骨盤上行と骨盤下行、骨盤壁、そして骨盤底になります。順番に見ていきたいと思います。はい。小骨盤、この領域ですね、の、上の方が、上の方につながっている口が、骨盤上行、下の方が骨盤下行になります。骨盤下行の方は骨盤出口というふうにも言います。で、多くの構造物がこの骨盤上行、上の方を行き来して、通って骨盤腔と腹部の間というのを行き来していることになります。例えば、分娩時には胎児は腹部から骨盤上行を通って骨盤内を通って骨盤下行から便出されるという形になります。で、この骨盤上行というのは、ちょっと分かりにくいか、定かではないですが、形としてはですね、この骨盤上行、こうハート型をしているんですね。ハート型をしている。で、周囲を完全にこう骨が取り囲んでいるようなのが骨盤上行です。で、骨盤下行の方は、下の方からこれ見上げていますが、骨盤下行というのはダイヤモンド型をしているんですね。こんな感じ。ダイヤモンド型をしていて、この辺りは骨でできていて、この辺りは人体でできている。骨と人体によって形成されています。で、この骨盤下行を作っている恥骨結合だったり、左右の座骨結節および後ろ側の尾骨というのは体表から触診することが可能で、これら重要な指標になります。次に骨盤壁ですね。骨盤壁は、骨、人体、そして筋ですね。筋によって構成されています。で、その中でも重要な構造物が線極靭帯と線結節靭帯になります。こちらが線極靭帯で、こちらが線結節靭帯になります。えーこの2つの靭帯っていうのは、左右のこの寛骨を、この寛骨とを仙骨に結びつけているような、連結しているような構造物になるんですね。こちらが線極靭帯で、こちらが線結節靭帯になります。で、この2つの靭帯は骨盤壁を構成すると同時に、ここにですね、血管や神経が通るこのような穴も構成しています。こちらが大座骨孔、こちらが小座骨孔というふうに言います。
そして、骨盤底ですね。骨盤底。骨盤底はその名の通り骨盤の底になります。で、筋肉と筋膜によって構成されています。こちら骨盤底ですね。まさに骨盤の底という感じですね。ここ。ね。これが骨盤腔を下の方の陰から隔てているというような形になります。では、機能の面から骨盤及び陰の構造を見ていきたいと思います。骨盤と陰には次の2つの機能があります。まず1つ目、内臓の収納及び支持、支えるということですね。2つ目、外生殖器の固定です。順番に見ていきましょう。まず内臓、一つ目、内臓を収納し支えるということ。この骨盤腔の中で内臓がどのように配置されているのかというと、はい、上から覗き込んで見てみますが、ここ前方に見えるのが膀胱です。膀胱で直腸は後ろ側に位置していて、女性の場合膀胱と直腸の間に子宮が位置しています。これら骨盤内臓は骨盤腔の中に収まって骨盤を構成する骨と骨盤底によって支えられているんですね。こちらが膀胱、こちらが直腸、そしてここが子宮になります。2つ目、外生殖器の根部を固定する、つなぎ止めるということですね。栄陰の方を見ていきたいと思いますが、なかなか見るのが難しいんですが、ちょっと拡大してこんな感じで見てみたいと思います。このような形で拡大しますかね。はい、よろしいでしょうか。栄陰のところは、外生殖器のうち、女性の場合はここに陰核があります。男性の場合は陰茎ですね。その根部がどうなっているかっていうと、この骨盤下行の前方のこの骨の恥骨のところだったり、ここにある繊維性の膜に固定されているんです。この繊維性の膜、栄陰膜というふうに言いますが、ここに外陰部が、外生殖器がしっかり固定されているんですね。この栄陰膜は、下尿生殖角膜筋膜というちょっと長い名称の別名もあるんですが、栄陰膜というのが分かりやすいかと思います。はい。ということで、今回は骨盤と栄陰の解剖、その構成要素と機能の面から全体像をざっくりと見てみました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまた。